DIY の電動工具はこれ。今回は Amazon で購入しましたドリルガイドを紹介します。非常に安かったので購入しました。このような封筒できました、ね、小ぶりですよね。非常に小さな安いものです。即納品なんですけども、来るのに3日という指定がありましたので、3日後に来ました。999円です。あ、包装はないです。見た目悪くないですね。安いのでいいですけども、写真よりいいです。この写真で見たよりも本物の方が質感がいいですね。外形はプラスチックなんですけども、大きさは約120ミリですね。で、幅が40ミリで、高さが23ミリですね。重さもそこそこにあって、中は金属でやってますけども、2ミリ、4ミリ、5ミリ、8ミリ、10ミリ、12ミリですね。で、丸いものにも裏側は丸棒ですね。で、反対側は通常のドリルガイドとしてはこう使うので、ここにゴムがきちんとついてますね。なんか良さそうですね。プラスチックですけども質感は悪くないですよね。もっと悪いものを私は想像してましたので、こうです。で、裏側はこうなってますね。丸棒に穴を開けるときに使うものですね。今少し私気になって確認してしまったんですけども、スリーブが緩いかなと思ったので緩くはないんですね。緩くはなくて逆にきついです。鉄鋼用のこれドリルで、これナチ製のもので安物ではないんですけども、これ12ミリです。鉄鋼用ですけどもギリギリですね。遊びがほとんどないです。これはいいです。12ミリはいいです。で、10ミリもいいです。遊びもほとんどありませんので、このくらいです。これもいいです。で、8ミリですね。8ミリもいいです。8ミリはかなり硬いですね。入れ方によると抜けなくなりますね。8ミリは後ろから入れるとこうですけども、少し硬いぐらいですよね。で、これもいいです。入りますので。ちょっと抜きづらいですね。で、きついのはこの残りの2ミリですね。2ミリは大丈夫でした。これ2ミリですけど、2ミリは軽く入ります。2ミリは大丈夫です。2ミリは大丈夫です。あと4ですね。4ミリのものなんですけども、4ミリは入りません。硬いです。根元からも入りませんね。元からも入っても抜けなくなりますね。で、これ一度硬そうな金属なのでドリルの刃が負けるのかもしれませんけども、通すと良くなるのかもしれません。ちょっと硬めです。通常の4ミリは入らないと思います。で、6ミリ、これ6ミリなんですけども、6ミリも硬いです。後ろからも入りませんね。ですので6ミリも一度通しておかないと使えませんので、木工用で使う場合、木工のドリルなんですけども、6ミリは当然刃を傷めます。入りませんので、これを回してしまうと刃をダメにしてしまいます。で、10ミリ、8ミリ、10ミリですね。10ミリは大丈夫です。で、12ミリも大丈夫です。で、あとはいいんですけども、8ミリもいいです。で、やっぱり6ミリ、4ミリがちょっときついですね。ですので値段を考えれば別に悪くはないんですけども、そこが4と5と4と6ミリがきついです。スリーブがそれほど長くないので、簡易的というかやる分にはこれは12ミリやってみます。あればやっぱり傾きませんよね。やっぱこれだけでも随分違いますよね。はい、で次は10ミリやってみます。一応ゴムでこう滑り止めになってますので、手で押さえて引きます。ちょっと硬いですね。刃が傷みそうですね。これ大丈夫ですね。はい、大丈夫です。これ10ミリです。
8ミリですね。木工用です。やってみます。はい、別にいきますね。はい、64ですね。64、一応鉄鋼用のドリル4ミリでやってみます。どうでしょうか。これは木工用しか持ってない方はちょっと厳しいかと思いますけども、ダイソーで安いドリルがありますので、一応4を通してみます。このままでは入りません。硬いです。どうでしょうか。1回通せば大丈夫ですね。はい、いいです。逆に遊びがなくていいぐらいですね。センターに線も入ってますよ。このへこみは全てこのドリルのスリーブに合わせたところに線が入っているようですので、6ミリです。6ミリも硬いんですよね。どうでしょう。このままではこれ硬いですね。これ怖いですね。どうなんでしょう。中をこれ中を削りましたね。とりあえずドリルの方は強かったですけど、中を削ってなんとかですね。私のものは6ミリは鉄鋼用のドリルで一度削らないと使えなかったですね。これ今木工用です。木工用の6ミリなんですけども、あとは使えます。使い勝手は悪くないですね。揃ってますので、軽い気持ちで使うのにいいですよね。しますと丸棒ですね。丸棒にこうまたぐようにこう挟むようになってますよね。ですのでこう丸棒にまっすぐ穴が開けられるというものなんですけども、一応開けてみます。今やったら6ミリで開けてみます。いいですね。6ミリにまっすぐ穴が開きます。中心線が分かるようになってますので、一応やってみます。あ、そこそこと合いますね。中央に開きます。使えますね。中をちょっと見てみます。気になりましたので、ネジを4本で外れますので、こう外してみます。このようになってますね。初めて見ますけど、このような六角のスリーブですね。外形はボルトになってます。こうですね。このボルトの長さは 13.96 約14ミリですので、スリーブは14ミリとそれほど長くはないですけども、精度は悪くないと思います。金属のパーツで押さえてるというもので、このような感じですね。外はプラスチックですけども、思ってたような粗悪品ではなかったです。ドリルガイドは私以前紹介したものをずっと使ってるんですけども、これは Amazon で今2000円前後で売られてますよね。これはスリーブ交換式で、スリーブも少し長いですよね。こちらはスリーブの長さが約20ミリありますので、少し長い分だけ少し正確になりますよね。こちらも使い勝手非常にいいです。ですけども、入れ替え式なので、これはもうまとまってあるので、軽く使うのにもいいですよね。探す必要はないので。値段が安いというのでいいですね。安さは魅力ですよね。こちらもいいんですけど、こちらもいいですけども、こちらは値段を考えるとこちらも十分使えるものですので、スリーブはゆるゆるではありませんので、プラスチックもあまり安っぽくなくてというか、なんか硬めのプラスチックですよね。なんかそれとこの
ゴムですよね。ゴム貼り付けてますけども、滑り止めの機能あります、きちんとありますので押さえつけができますね。でやっぱり2ミリがついてますよね。2ミリ結構かなりいいですね。これ2ミリというのは結構かなり使い道があるので2ミリやってみます。2ミリいいですよね。これ下穴にもなりますので非常にいいと思います。今回紹介しましたこのドリルガイドは Amazon で何店かの販売店が販売してまして、で1500円とかのものもあります。1000円で私は一番安いところで即納品に近い即納品というものを探したんですけども、今のところ一番安いところはここだと思います。999円ですので損はしないと思います。十分な商品だと思います。今回はこの中国製のドリルガイドの紹介でした。ありがとうございました。